にちは。推し活楽しんでますか？ウイスキーのりこちです。今回はめちゃくちゃコンパクトで優秀だったエプソンさんのミニプリンター、型番 PF71 を使ったプリンター活用法を紹介します。ミニプリンターの詳しいレビュー動画もありますので、どういう機能、活用法があるのか気になる方はぜひそちらもご覧ください。家にプリンターはあるものの、文書印刷、年賀用印刷しか使う機会ないな、そんな方多いのではないでしょうか。大きなプリンターだと起動するのもちょっと億劫になりますよね。プリンターがない方はコンビニのコピー機を使ったネットプリント、いわゆるネップリというものを使う方も多いかと思います。イラストを描かれる方はよくネップリ登録されているイメージ。この本日使うエプソンのミニプリンター、使い始めたら通常の起動時間が20秒ぐらい。そして使わないときは縦置きもできて、ミニサイズだから A4 ぐらいの冊子の入る本棚にも収納することができちゃう。イラスト描くのが大好きな私、りこちの個人的に欲しいが詰まったミニプリンターの最適解がエプソンさんの PF71 でした。絵描きさんにもそれ以外の方にもめっちゃおすすめしたい。この動画を見ると今まで置物化していたあなたのお家のプリンターを活用できる幅も広がりますよ。今回使用したアイテムは概要欄に URL を置いておいたので、気になったら見てみてください。そしてまだチャンネル登録されてない方はぜひ登録してもらえたらとっても嬉しいです。ついでにこの動画が良かったら高評価も押していただけたら。前置き。まずは本日の内容の前置きです。今までは絵師さん向け、イラストなどを使ったミニプリンター活用法をメインでお話ししていましたが、イラストが描けなくてもいい感じのお写真があれば楽しめちゃう。そしてよりおしゃれめなアイテム3つを共有予定です。今回の目次はこちら。1、切手風デザイン&上に重ねるスタンプ素材の配布。2、トゥードゥーリストカード、使えるテンプレ付き。3、インクカード&メッセージカード、使えるテンプレ付き。こんな流れで解説していきますので、ぜひ最後まで見てくださいね。テンプレ素材の配布については、私の YouTube チャンネルにリンクしているすずりというサイトに無料で置いておく予定です。すずりの登録は必要にはなるのですが、課金せずにゲットできるので、ぜひお気軽にダウンロードしてやってくださいね。切手風デザイン。さて、目次一つ目の切手風デザインです。切手の通常サイズは縦 2.6 センチ、横 2.2 センチぐらいらしいです。実寸サイズで作るのもいいけど、私は若干大きめに作成してみました。画像編集アプリケーションで画像の解像度は300にして、枠のサイズは 290×345 ピクセルぐらいにしたかな。そしてはがきサイズに配置するとこんな感じに。下の段は 580×345 ピクセルの横長でも作ってみました。本当は切手風に切れるハサミも手に入れたかったんですが、探しても海外製で日本で手に入れるのが難しめのものしかなかったので、今回は断念しました。直線で切ってみたけど、サイズ感、好きな数字、比率を維持すればパッと見切手に見えるので、普通のハサミ、カッターがあれば全然いけると思います。ちなみに私りこちの祖父が買い集めていた切手が現在大量に手元にあるので、参考資料に活用させてもらいました。海外切手でスタンプが押してあるものがほとんどなんですが、絵画系とか恐竜、古代生物、宝石あたりのデザインが好きです。日本の切手デザインも素敵なものがたくさんで大好きなんですが、昔発行された海外切手もめっちゃおしゃれでした。では、早速画像を切手風に加工してみましょうか。まずははがきサイズにデータを新規作成。そのデータに切手のサイズ、比率に画像をリサイズして配置します。皆様やりやすい方法で長方形にイラストや写真のレイアウトを作ってくださいね。そして切手風になる要素、数字フォント。私は今回使ったフォントはいわゆるゴシックと明朝というかセリフ体3セリフ体ですねを絵の雰囲気に合わせて使い分けました。
フォントの色合いも切手風デザインの画像に合わせてあげたいですね。好きな位置サイズに配置しましょう。そして切手風にするアイテムその2、かすれたスタンプ画像です。この動画で使った私の自作スタンプ画像、背景透過したピンク画像もすずりで無料配布します。これを切手の比率にレイアウトした画像の好きな位置に配置してあげてください。若干スタンプの不透明度を 80% ぐらいにしてもいいかも。これはお好みで。そして配置が終わったらプリンターでハガキをプリントします。出てきた。私はハガキサイズの用紙はマット紙を使いました。マット紙以外に印画紙タイプの紙もおしゃれになりそうな気がしてきた。このタイプの用紙は L 版しかうちになかったので、改めて L 版サイズも画像を新規作成して配置してみます。印刷できた。見えますかね？若干の凹凸がある写真用紙なんですよね。でもツヤ感はある。不思議な紙質。印刷できたら早速切っていきます。今回は定規にセラミック製のカッターがついている便利アイテムを使います。10年以上前に買った記憶で、もう多分売ってないかもしれない。この部分を押すとカッターが出てきて紙が切れるというものを長く愛用してます。よし、切れました。今回はこのセリアで売ってるアクリルフレームスタンドを使ってみます。マグネット式で正方形のものを買ってみました。収納可能サイズは約5センチ ×5 センチとのこと。アクリル自体のサイズは 6.5 センチ。アクリル2枚合わせての厚みは1センチの様子。今回はこれに挟んでみます。アクリルが丁寧に両面保護シート付きだったので剥がすのに一苦労しました。サイドをちょっと爪でこすってあげて少し浮いた場所をピンセットで持ち上げてあげると剥がしやすかったですよ。マグネット式だと若干マグネット部分にイラストがかかっても問題なくしっかりくっついてくれるのでいいですね。さて、こんな感じ。厚みがあるから自立するっていう歌い文句だったけど、ギリギリ自立するかな厚さ。絶対倒れないかと言われると心配はあるけど、まあミニサイズさが可愛い。そして切手風デザインにぴったりな印象でした。なんか可愛い。とても可愛い。デスクに飾るのもありよりのありですね。そして Amazon で以前買った別のアクリルフレームスタンドも手元にあるので試してみます。こちらは厚みは結構あるかな。お値段は9倍ぐらいしますが、納得のクオリティかと思います。あとは活用法別のものとして、郵便物ではない封筒に両面テープや糊を使って貼るのもありよりのあり。位置もそれっぽくして貼るといい感じかも。例えばお友達に直接手渡す時とか、何かの差し入れに添えるお手紙を入れた封筒に使ってみてくださいね。切手デザイン、ぜひ皆さんも楽しんでみてください。トゥードゥーリストカード。続いて日々のタスク管理。やることを忘れないようにするメモカードを作ってみたよというアイデア共有です。トゥードゥーリスト、皆さんは作ったことありますか？例えばお仕事なら今日のやるべき仕事内容をリストアップしてチェックするために使ったり、推し活で遠征が決まった。じゃあ絶対に忘れちゃいけないものをリストに書いて、どれを荷物に詰めたかの確認用に使ったり、日々のお買い物で買い忘れないようにメモしてお財布に忍ばせたりなんて使い方を想定してます。オタク活動以外にも便利に使えるトゥードゥーリストカードのテンプレートも今回配布しちゃいます。そのまま名刺サイズ 55mm×91mm の紙にプリントすればシンプルデザインでどこでも使えますよ。背景は透明に透過しているので、イラストや自分で撮ったお気に入りの写真を背景に配置してみたらオリジナルカードに大変身。今回はフォントの種類を4種類分作りました。気分に合わせてお好みのものを使ってくださいね。まずはそのままのシンプルデザインでプリントしてみます。4種類こんな感じ。口ありでも OK な範囲に要素を配置しているので、今回はセリアの情報カードという名刺サイズの紙に印刷です。160枚、こんなに入って100円価格っていうのは嬉しいですよね。軽く使い方もお話ししてみます。
左側にはチェックボックスを配置しました。で、右側に点線を薄く配置していて、テキストを書き込むエリアにしています。お仕事用トゥードゥリストのイメージだと、点線欄の左側にタスクを行う時間、例えば会議があるよという時間を書いて、その右側に朝の会議などの内容を書いたりします。タスクが完了した時のチェックボックスのチェック方法は、普通にチェックの記号を書いたり、斜めに線を引いたり、塗りつぶしてもいいし、小さめのハンコがあったらそれを押してみるのも可愛いかも。チェックボックスぐらいのサイズのミニシールがあったらそれを貼ってもいいし、皆様のお好きなやり方で使ってみてください。次に背景に自作のイラストや撮った写真を配置するときのおすすめ方法を共有しますね。お絵かきアプリケーションなどで配布しているトゥードゥリストのデータを開きます。そしてその画像の下にお好みのイラストや写真の画像を配置してみてください。このままだと絵が強くて文字が見えなくなってしまうので、画像の不透明度を下げます。おすすめは 15% くらいかな。ここで気づいた方いらっしゃるかもしれないですね。このトゥードゥリストのデータは背景を透明なデータで書き出しているピング形式を使っているんですが、四角い線の内側だけは白く塗りつぶしています。これでイラストや写真を背景に置いても、チェックボックスの内側は守られた状態で印刷できるようにデザインしました。ということで、お試しでこの濃さでプリントしてみます。今回は縁なし印刷にしたいので、エレコムから出ている納得名刺という紙を選びました。スーパーファイン用紙で紙の厚さは特厚120枚入り。両面印刷に対応しているのも嬉しい。さて、イメージいかがでしょうか？キャラクター系人物系イラストだとこんな感じ。キャラクターなしの装飾系デザインだとこんな感じ。ちなみにこのトゥードゥリストカードコーナーにもう一つアイデアです。そのままカードを持ち歩いたり、見えるところに置いたりするだけでもいいんですが、例えばお仕事とかデスク上で使うときにカード立てあったらすごくいいですよね。カード立ては普通に100均でもいろいろ売ってますし、おしゃれにこだわりたいならお気に入りを探すのも楽しいと思います。でも今回は皆さんおそらく見たことがある、お家にもあるかもしれないアイテムで代用しちゃいます。じゃーん。これ、ダブルクリップというアイテムです。これをカードの下の方横向きで挟んでみると、やった!とっても簡単です。自分は以前100円ショップのセリアでゲットしたカラフルで可愛いダブルクリップを持っているので、気分によって色を変えるのもありかなと思っています。ぜひぜひ皆様も活用してみてください。インクカード&メッセージカード。最後にインクカード、メッセージカードのテンプレートを作ってみたよというコーナーです。インクカードを聞き慣れない方もいらっしゃいますよね。最近文房具界隈ではガラスペンが話題になっていて、それに使うインクもたくさんの種類を手に入れることができます。ガラスペン？高いんでしょ？と思いますよね。実は100円ショップのセリアで税抜き100円で売ってるんです。発売開始されてから少し時間が経ったので、売り切れてるお店も少なくなってきたように思います。発売直後は人気すぎて、入荷されても瞬間売り切れ状態だったんですよね。私も1本セリアのガラスペン、もちろん買いました。ペンレストと呼ばれるペン置きもセリアで揃います。これもペンが転がるのを防止してくれるのでゲットしておきたいアイテム。ペン先は繊細で力を入れると破損する可能性があるから保管はちょっと気を使いますが、セリアはペン先にはめる柔らかめなキャップもついているので安心感です。私はメーカーバラバラで3本ガラスペンを持ってます。まずは1つ目、今お話ししたセリアのガラスペン。シンプルだけど意外とできる子。私はパッケージごと保管してます。2つ目、エルバンというブランドのもの。これは以前 Amazon で購入しました。3つ目、ルビナートというブランドのもの。これはロフトで購入しましたね。箱に一緒に入れてるペンレストも確かルビナート製だったかな。実店舗だとセリア以外にもロフト、ハ
ハンズなどで何千円かで美しいガラスペンを手に入れることができます。実物を見て買いたい方もいると思うので、そんな時はお店で選ぶのをおすすめします。さて、これらのガラスペンに必須アイテム、それがインクです。私もそこまでたくさん種類持っているわけじゃないんですが、ガラスペン以外に万年筆も使ってるので、いくつかインクを所持してます。このインクの色、紙に書くとどんな色だったっけ？そうだ、紙にインクの色見本を作っておこう。そんな時の便利なインクカードのご紹介です。今回ご用意したのは、理科っぽいモチーフのインクカード。試験管とかの図は、私なりにお絵かきアプリで手書きしたものです。使ったアプリは Adobe Fresco でした。これをひとまず名刺サイズの紙にプリントします。先ほど使ったセリアの情報カードにプリントがおすすめかも。インクの色が発色しやすいかもしれない。無事プリントされたら、左側のイラストの中にインクを塗ります。右側にはインクのメーカー名、インクの色の名前、インクをゲットした日付などを書くのに使ってくださいね。インクカード、これだけの使い方で終わらせたくない。ぜひメッセージカードにも使っていただけたら。そんなに長くないメッセージを書くときにも使えるデザインにしています。インクを持ってない方でも何か色を塗ることができるアイテムがあったらいろいろ使えますよ。今回はマイルドライナーというマーカーを使ってみようかな。こんな風に試験管とかフレスコの中を塗って、小さめサイズのシールステッカーを貼ったら、ほら、いい感じ。シールはセリアで以前買ったものですね。他にもクーピーとかアルコールマーカーのコピックとかだとこんな感じ。手土産や差し入れするときにそっと添えてもおしゃれになるかも。こんな感じで活用してもらえたらとっても嬉しいです。本日のまとめ。今回はエプソンのミニプリンター PF71 を使って作ってみた。切手風デザインとトゥードゥーリスト、インクカード、メッセージカードの活用提案動画でした。今回動画内でご紹介したテンプレート画像は、すずりというサイトで無料ダウンロード素材として配布していますので、ぜひ皆さんも気になったら試してみてください。コメント欄にダウンロードできるページの URL を記載しておきますね。素材使ったよという報告や他の活用法も思いついたらコメントいただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったよという方は、高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネルういしきでは、私、リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。イラスト制作だったり、シーリングスタンプだったり、ドールをめでたり、また、現在イラスト制作などのお仕事も募集中です。今表示している QR コードからオーダーページに飛べます。企業様、個人様問わず、このサイトからご連絡くださいませ。何か面白い企画があったら誘ってください。では、またねー。